こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日のテーマは世界の格差、資産編。世界の 10% が 75% の資産を保有する世界を覗いてみるぜ。それでは早速始めましょう。まずは、こっちのグラフから見てくれ。世界不平等レポートから抜粋してみた。世界不平等レポートってピケチさんのだよね。そうなんだ。世界の格差所得編で取り上げたんだけど、その復習から始めよう。まず所得について、上位 10% が 52.2% を受け取ってるんだよね。そうなんだ。世界全体の所得の半分以上を所得上位 10% が受け取っている。一方、中位 40% が 39.4%、下位 50% が 8.4% を受け取っている。世界の半分の人たちが全体の 8.4% しか受け取ってないんだね。そうなんだ。ところが、これが資産になるともっと差が大きくなる。上位 10% で 75.6%、中位で 22.5%、下位 50% は 2% なんだぜ。上位 10% の人たちが世界の富とか土地とかの4分の3を持ってるってこと？そうなんだ。逆に下位 50% で 2% を分け合っている。マリサもうお腹いっぱいだよ。気持ちはわかる。しかし、これが自分たちの住んでる星の現実だから、もう少し、見てみよう。そうだね。現実を見ないとね。まず、概数だけど、具体的な資産額を表にまとめてみた。世界の個人資産額？そうなんだ。左上から見ていこう。世界全体は948万円だ。これってどういうこと？世界中の成人の資産額の平均が948万円だ。そんなにあるの？でもその下を見てくれ。下位 50% の平均は38万円。もちろん平均値だから、何十億人がもっと少ない資産しか保有していない。そうか、そして中位が532万円で、上位 10% が7162万円なんだね。日本にも、数億円の資産保有者がいることを日本の格差、資産編で紹介したけど、それは右側になる。そうか、上位 1% とかになってくると、資産が数億とかになるんだね。でも右下の600億円とかおかしいよ。600億どころか、10兆円を超える資産家もいる。結果として下位 50% は全体の 2% しか保有できていない。一方、問題は、資産の増え方に差があることだ。資産の増え方？そうなんだ。資産は一般に増えていく。その比率に差があるんだ。こちらのグラフを見てくれ。世界の資産、平均年間成長率？そうなんだ。ここ25年ほどで、どれくらい資産が増えているか調べている。まず一番左の棒グラフを見てくれ。世界全体だと、資産は 3.2% ぐらいのペースで増えているんだ。世界平均は年利 3.2% ってこと？おかしいよ、マリサ。日本の銀行預金は全く増えないんだけど。日本の国内資産の話もあるが、ここはもう少し個人の話。普通、個人資産なんて、そんなに増えるもんじゃない。しかし、ちょっと資産ができると、自分の運用方法が不安になって、みんな右往左往する。それで、失敗する人が出てくるんだね。もちろん、成功する人もいるんだが、一般論として、個人資産はそんなに増えるもんじゃない。ところが、世界資産は平均 3.2% で、増えている。これがどういうことかだぜ。大富豪が、どんどん増やしているってことね。具体的な数字でいくと、資産が100億円規模になると成長率が 5% を超えていく。資産が1兆円規模になると、8% を超える。ここが大きいから、資産全体は、平均で 3.2% 増えるという数字が出てくるんだ。このからくりを無視して、学校の平均点みたいに考えて運用方法を探すと、大怪我してしまう。大富豪はどんどん大富豪になっている。不平等だよおまりさー。1兆円の 8% だと800億円だよ毎年、そんなに増えるの不平等だよ落ち着けレ夢ム。これでも昔は逆のことを言ってたんだ。お金持ちが豊かになれば、会も豊かになると。しかし、現実はそうじゃない、とこのレポートは言っている。過去25年間の動きを見るだけでも、それがはっきりするんだ。このグラフは何？黄色い線は、上位 0.001% が世界資産の何%ぐらいを保有しているかだ。紫の線は下位 50% が何%を保有しているかを表しているんだぜ。そうか、さっき下位 50% は、全体の 2% ぐらいを保有しているって言ってたから、ここ25年ぐらい変わってないんだね。そうなんだぜ。一方、大富豪はそのシェアを倍ぐらいに増やしている。これが逆なら、世界の資産が増えて、それが、下位 50% を豊かにしていることになるんだが、実際は、大富豪が資産を増やしている。しかも、直近のところで、また増えているんだね。レ夢ム、いいところに気づいてくれた。新型コロナの影響は資産格差を広げている。思い切ったコロナ対策が、一部資産家の財を増やしたので、ここでもより止めるものが飛んでいく。新型コロナのせいで、生活が破綻した人もたくさんいたのにね。落ち込んでいても仕方がないので、もう少し現実を見てみよう。今度は地域別の資産格差だ。世界の地域別資産格差？
世界を8つのエリアに分けて、それぞれの資産シェアを調べている。上から順番に、上位 10% のシェアが大きい。ラテンアメリカとか、中東北アフリカが一番富裕層のシェアが大きいの？そうなんだ。貧富の格差というとアメリカを思い浮かべる人が多い。確かにアメリカの大富豪は、世界の大富豪だ。しかし、各地域の内部でも格差は大きい。世界中、どこに行っても、資産は偏っているんだね。比較的、アジアやヨーロッパはマシだが、やはり、下位 50% は全資産の 5% 程度しか保有できていない。このグラフは政治経済体制に違いがあっても、大きな資産格差が生まれることを示している。そうか、国によっていろんな政治制度があるけど、このテーマは解決されていないんだね。例えば、サブサハラと北米では、資産のレベルが桁違いだ。しかし、それぞれの中の格差を見ると似ているところがあるので注意したい。最後に、民間と政府という切り口で資産の増減を見てみよう。資産の対 GDP 比、民間資産と政府資産の格差？そうなんだ。日本、アメリカ、ドイツという3つの国で、民間部門と政府部門の資産が、どう推移してきたかを見ている。縦軸は、対 GDP 比だ。日本の民間部門は資産が大きいということ？そうなんだ。50年前は、GDP の3倍、300% ぐらいだった。バブル経済期に7倍まで大きくなって、その後、横ばい。しかし、今は新型コロナの影響もあって増えている。次がアメリカで、3番目がドイツ。どこも、民間部門は資産が増えているんだね。そうなんだ。おおむね、先進国の民間部門は全体として資産蓄積が進んでいる。問題は政府の方だ。どの先進国も政府が貧しくなってきている。ここに共通の特徴がある。マイナスまでいってるんだね。具体的な数字を挙げると、日本政府マイナス 34%、アメリカ政府マイナス 60%、ドイツ政府 18% とこのレポートは報じている。政府が貧しくて、民間が豊かだとどうなるの？このレポートが危惧しているのは、不平等から来る問題に対処する能力が減っているということだ。そうか、不平等で経済成長が阻害されていても、十分対処できなくなるんだね。他にも、貧富の格差から来る治安の悪化や、日本で言えば、生活保護支出のようなものが、ますます増えていく。また、気候変動など、国境を越える問題に政府で協力して対処するといった力も不足する。一部の民間富裕層がどんどん力を持っていく方向に進んでいるんだね。民間富裕層の中に社会問題の改善に熱心な人もいるが、それはごく一部だ。止めるものがさらに豊かになれば、貧しい暮らしが改善するという幻想にこのレポートはデータを元に反論している。格差は広がるばかりだ。さて、今日はこのぐらいにしておこう。マリサ、思っていた以上に資産格差って大きいんだね。よくテレビなどに出てくるのは、具体的な金持ちとか、その事前事業なんだが、現実はちょっと違う。まず、大富豪は高い成長率でその資産を増やしている。我々の給料はそんなに増えたりしない。次に、世界の 10% が 75% の資産を保有しているから、中間層が貧困層のことを考えてもたかが知れている。それでピケテさんは、富裕層への資産税を推奨しているのね。そこをめぐる議論はまたにしよう。考えることは多いね。固いチャンネルですが、いつも見てくださる方に感謝します。コメント、チャンネル登録、いいね、にも感謝しています。それではまた。見てくれてありがとうだぜー。ありがとうございましたー。